皆様こんにちは。イタリアの太陽を浴びて、元気になりつつ、半分干からびてもいる。イギリスの LNER クラス800です。それから、こんにちは。ゆっくりルカさんです。大丈夫ですか？なんか、げっそりしてません？前回の旅の件で、早速、激おこの HST が飛んできて、12時間もみっちりお説教されたんだよ。昨日の朝乗っていた、イタロの列車が、レッジョ・カラブリアを折り返して、ミラノに到着する方が早かったぐらいだ。お説教が、3時間を超えたあたりから、私は、涙目のルカさんでしたよ。あいつ、自分のことはいくらいじっても平気なくせに、はっちゃんのことになると、本気で怒るから怖い。で、大丈夫ですか体調の方は。おかげさまで、一晩休んだら回復しました。それは何よりだ。じゃあ、渡ろうか。一応確認しますけど、どこに？そりゃあ、目の前に見えてる島だよ。やっぱり、そうなるんですね。はっちゃんは、鉄道連絡船の主ですから。そんなものになった覚えはないんですけどね。私たちがいるのは、イタリア半島の先端にある町、レッジョ・カラブリア。海のすぐ向こうに見えている陸地は、地中海最大の島、シチリア島です。今日はこれから、各駅停車に乗り、船が発着する、ビッダサンジョバンニへ移動します。この駅では、船に鉄道車両を積み込んで、海を渡る、珍しい輸送方法を実施しています。ですのでビッダサンジョバンニで、シチリア島へ直通する列車に乗り換え、フェリーで鉄道車両と一緒に、対岸に渡る。ってことでいいの？その通りでございます。それにしても、レッジョ・カラブリアの駅って、意外と綺麗でびっくりしました。エレベーターが真新しかったし、ホームとを結ぶ地下通路も、完成したばかりの雰囲気だったよな。最近、イタリアの鉄道会社は、南イタリアへの路線に、力を入れている。この辺りは近年、製造業が盛んになってきているが、航空便が少ない。加えて、ローマ、ナポリといった大都市からは、500から700キロ離れているので、高速バスでは時間がかかる。と、それぞれ弱点があり、鉄道の活躍が期待できる場所だ。そこで国鉄は、ゆったりしたシートが武器の、フレッチャロッサを投入。ライバルの私鉄、イタロは、負けじと新鋭の、イタロエボを走らせるなど、各社自慢の高速列車を導入し、新たな需要の開拓をしているのだ。ローマから、激しい戦いを繰り広げている、それぞれの高速列車の終着地、レッジョ・カラブリアから、シチリアへ渡るためのフェリーが出発する、ビッダサンジョバンニまでは、北へ向かう普通列車で、約25分。しばらく時間があるので、その間、この街の鉄道について、簡単にお話ししよう。レッジョ・カラブリアは、イタリア本土の中で、最も南にある都市だ。イタリア半島を、ブーツで例えると、親指の、爪の先にあたる場所に位置する。鉄道の中心地は、イタロや、国鉄の特急列車が発着する、レッジョ・カラブリア、中央駅。ローマやミラノなどから走ってきた、長距離列車は、ここが終点であり、寝台列車も到着する。構内には、特急や、寝台列車を牽引してきた、電気機関車が佇み、いかにも終着駅といった雰囲気だ。だがここは、イタリア半島で、最も南に位置する駅でもなければ、線路は、行き止まりにもなっていない。鉄道の路線自体は、ここからも、さらに南へ続いているのだ。そもそも、イタリア半島の南側は、線路が終わる、終着地、というものがない。南端の都市、レッジョ・カラブリアにたどり着いた線路は、そのまま靴底の部分を一周し、ヒールの付け根にある港町、ターラントまで続く形で、建設されている。本数こそ少ないながら、レッジョ・カラブリアから、ターラントまでの区間には、特急列車も走っているほどだ。ここ、レッジョ・カラブリアを支える製造業の一つが、鉄道車両です。この町には、日立の車両工場がある、というのは、以前にも何度かお話ししていますよね。工場は、レッジョ・カラブリア中央駅から、2.5 キロ南下した場所にあります。建物は線路に隣接する形で建てられ、完成した車両は、本線を使って、各地へ輸送されていきます。ここで作られているのは、主に、イタリア国内の、在来先客車と、電車です。それから、都市部を走る、市営の路面電車、地下鉄も、主力商品です。
ローマやミラノ、トリノなどで走っている車両は、ここで製造され、1000キロ以上北にある、各都市へと運ばれていきます。ここからミラノまでって、だいぶ距離があるよな。山口県の下松から関東まで、完成した車両を運ぶようなものですね。また、レッチョカラブリアは、鉄道車両にとって、始まりの地であるとともに、終わりを迎える場所でもあります。ここには、比較的開けた土地と、現在は使われていない、大きな操車場が存在します。車両の解体には、費用と時間がかかりますから、引退した車両は、ひとまずここまで連れてこられて、放置されているのです。近年、イタリアでは、車両の世代交代が活発になり、1960年代から80年代にかけて製造された、機関車、機動車が、次々に引退しています。前回まで乗っていた、イタロからの車窓でも、南イタリアの太陽に焼かれ、色あせていく古い車両たちが、広い車庫に並べられ、いつ訪れるかわからない、最後の時を待っている姿が見られました。さて、ちょっとしんみりした話題になっている中、オンボロ普通列車は、メッシーナ海峡を横に見ながら走行し、港の駅、ビッラサンジョバンニに到着した。ここも、改修工事が進んでますね。昔のイタリアでは標準だった、高さの低いホームを、かさ上げしたり、長い列車が止まれるよう、乗り場を延長しています。それからこの駅は、シチリア行きのフェリーが発着する、港が隣接する構造です。各地から、列車でここに到着したお客さんは、駅直結の船着き場から、人だけが乗れる、小型の快速フェリーで、対岸まで渡ることもできるんです。駅の高い場所にあるホームから、地上の船着き場へ降りる通路には、今まで階段しかなかったのですが、バリアフリーの対応と、大きな荷物を持った人が、スムーズに移動できるよう、エレベーターを新設する工事が始められていました。私たちが訪れた時は、まだ基礎の段階で、ホームに穴が開けられているだけの状態でしたけどね。それではこれから、海を渡って、シチリアへ向かうわけだが、その前に、前回私がやらかした反省から、オペレーターを増員し、盤石の体制で、シチリアへ挑みます。それが、イギリス、サウスイースタン鉄道所属の、クラス395です。皆様ご存知、7つ以上の呼び名がある。IV ポケット、ビートウォッシュ、カラマンゴー、クリアにウーサンませてるでしょ。パワーブーストサイクロン。いっつもこれで揉めるんだよな。本来の名前が何だったか忘れちゃったよ。とりあえず、白熊くん。白熊くんな。はい、熊ちゃんでございます。これからは、あたしとはっちゃん、それからゆっくりさんの3人で、シチリアを回っていきます。時間は午後2時過ぎ、合流して間もなく、シチリアへ渡る特急が、到着しました。この列車はローマ発、シチリア島の、パレルモ、シラクサ行きの、インターシティです。ローマを、朝の7時半に出発し、7時間かけて、イタリア半島の先端までやってきます。その後、ビッラサンジョバンニで、鉄道連絡船に積み込まれて、車両ごと海を渡ります。島に上陸後は、片方の編成が、西部の、パレルモへ、もう一方は、南部の、シラクサへと走る運用です。あれ、ちょっと待って、これってもしかして。そう、以前私とはっちゃんが、11時間乗りっぱなしの旅をしたのと、同じ列車だ。サプライズがないなぁ。車両がちょっと違うぐらいじゃない。仕方ないだろ。お昼のちょうどいい時間に、海を渡る列車が、これしかなかったんだ。確かに列車自体は、前に、こちらの2人が乗ったのと、同じものです。けれども今回は、車両たちの形態が、大きく異なります。その違いを、実際に見たかったんですよね。熊ちゃんは、優しいなぁ。最初に気がつく変更点が、列車を引っ張る、電気機関車です。以前ご紹介した、ローマ、シチリア間の特急は、本土区間と、シチリア島内で、牽引する機関車が違いました。本土区間は、時速200キロ対応の、高速機関車。シチリア島内は、二分割車体と、連接台車を備える、変わった構造の電気機関車が、それぞれ先頭に立っていたのです。特急を引く機関車は、港の駅で切り離され、乗客が乗る、客車だけが、フェリーに積み込まれる形態でした。
ところが現在は、ローマから走ってくる、すべての車両が、船に乗せられます。機関車と客車が、一緒に海を渡り、始発から、離島の終点まで、同じ車両が牽引するんです。ところでさ今、シチリア島行きの特急を担当してる車両って、元は、快速を引っ張ってた機関車じゃないか？その通りです。現在、シチリア行き特急を牽引しているのは、E464 型電気機関車。イタリア全土で、快速、各駅停車用の客車を引っ張る車両です。1999年に登場し、2015年まで700両以上が製造されました。この機関車の特徴は、前後に運転席がなく、車体が非対称の形をしていることです。イタリアの客車列車は、編成の片側にのみ、機関車を連結。反対側の端には、運転台を備えた、制御客車をつなぐ形態が、大半を占めています。機関車は、客車を前から引くだけでなく、後ろからも、列車を押して走れる構造にすることで、折り返しの際に、つなぎ替えの手間を省くものでした。こうした、制御客車を連結した方式は、ヨーロッパですと、どの国でも見られます。イタリアでは、駅での折り返しが頻繁にある、各駅停車、快速列車が、ほぼこの形態です。機関車は、常に車体の一方にしか、客車を連結しないので、必ずしも運転台を、前後に設置する必要がありません。したがって、制御客車と組んで走ることを前提とした E464 型は、前後非対称のデザインで設計されたのでした。この機関車は、イタリア用の制御客車であれば、どの形式でも対応可能です。多種多様な客車と編成を組めることから、次第に生産数が増え、最終的に700両もの車両が製造される、ベストセラー機関車になりました。ところが、2020年頃、イタリアの鉄道は、大きな変化を迎えることになります。車両に課せられる、防火、安全対策、そして、バリアフリーの基準が引き上げられ、1970年代に設計された、古い客車は、新基準に、適合しなくなってしまったのです。新しい基準をクリアするために、イタリア国鉄、トレニタリアは、新造車両の大量導入を決定。その大半は、電気機関車を必要とせず、自力で動ける、電車でした。これによって、20世紀後半から、イタリアの輸送を支えてきた、古い近郊型客車が、一斉に引退することになってしまいます。しかも代わりに導入される車両は、電気機関車が必要ありません。古い車両たちと編成を組むために、大量生産された E464 型は、余剰が発生し、行き場を失ってしまうかに思われました。だがその矢先、機関車には、新しい活躍の場が与えられた。それがこの、特急列車の牽引だ。イタリアは、南側の半分、特に、ナポリ南の地域には、高速線が建設されていない。そのため、最高速度が速い列車で運転する必要がなく、快速用の E464 を投入するのに適していた。この機関車は、重くて大柄な、2階建て客車を、最大重量近く牽引できる能力があり、特急客車を引くのには、全く問題がない。快速、各駅停車用なので、最高速度は、160キロと低いが、南イタリアの、カーブが連続する在来線区間なら、必要十分な性能だ。特急列車に転用することで、稼働時間、走行距離が長くなる点も、特に大きなハードルではなかった。というのも、イタリアの快速列車は、片道の運転が200から300キロ近い、長距離運転をすることがよくある。E464 は、こうした運用を、一日中こなすことがあるので、耐久性もある車両だったのだ。それに、特急列車の運転方法が変わったことも、E464 型にとって、追い風になりました。イタリアの特急列車は、長らく、中間客車だけで構成された、昔ながらの形態が多数でした。機関車は、必ず編成の前に繋がれ、方向転換をするには、別の牽引車両を連結しなくてはならなかったんです。しかし2017年に、特急用の制御客車が、新たに登場。機関車のつなぎ替えを省略する方向に変化していきました。そこで、南部方面で使用する特急は、前後非対称スタイルの E464 型を半永久的に連結。後端には、制御客車をつなぎ、5両1セットの編成を生み出したのでした。
シチリアへ走る特急列車では、さらにもう一工夫が加えられています。この列車は、始発のローマを、長い一本の列車として出発しますが、シチリア島に上陸後は分割され、異なる方面へ向かいます。ですのでまずは、5両編成を2本つなげた列車で、ローマを後にします。編成は、制御客車が、真ん中で向かい合わせになり、前後に、機関車が配置されている状態です。この、プッシュプル形式で、ローマから、フェリーが待ち構える、ビッダ・サンジョバンニまで走るのです。この時、途中のナポリ中央駅で、折り返しがありますが、両端に機関車がついているので、運転士の交代だけで、列車はそのまま出発しています。港に着いた後は、2編成を分割して、フェリーに積み込み、同じ船で、対岸まで移動。シチリアの港、メッシーナからは、別々の列車として運転します。いろいろと、列車の形態は変化したが、車両をフェリーに積み込む方法は、今も昔も、ほとんど変わらない。長い編成の南側、ナポリからここまで走ってきた機関車の前側に、客車と貨車を従えた、積み込み用の、ディーゼル機関車を連結。ビッダ・サンジョバンニ駅を、一旦南側に向かって出発する。次に、レッジョ・カラブリアへ向かう、本線から分岐しつつ、海沿いの線路に転線。今度は、ディーゼル機関車に、後ろから押されて、北の岸壁に係留されている、フェリーへ進んでいく。以前の車両構想と違い、今回は、電気機関車も一緒に、船に乗せられる。だが、港の周囲の線路、並びに、フェリーの船内には、架線がないので、電気機関車は、自分の動力で走行することができない。この列車では、駅に到着すると同時に、パンタグラフを畳み、積み込みの準備を整えていた。ここでいくつか、変化や思わぬ誤算があった。まず、前の旅で乗った編成は、パレルモ、シラクサ行きが、それぞれ3両ずつの、6両編成。それに対して、今回は、10両もの、長い列車になっているので、船へ積み込む際に、走行する距離が増えている。それから、この列車は、駅を出発してから、フェリーに収まるまでの間、車内の空調が作動しない。積み込み用のディーゼル機関車からは、電源の供給がなく、エアコンを動かせないからだ。客車は、搭載された、非常用バッテリーで、いくつかの非常灯と、放送装置だけが稼働し、それ以外の、電気で動くものは、すべてシャットダウンしている。お手洗いも、乗務員が鍵をかけて、使用不能にしていた。船に積み込まれる間の客室は、勢いよく風を吹き出す、元気のいい空調が止まり、不気味な静けさと、妙な緊張感が漂っている。しかもこの時の季節は、夏真っ盛りの7月。おまけに時間は午後の3時。太陽が高く、車内はあっという間に、高温になってしまっていた。さらに都合が悪いことに、この客車の窓は、空調の使用を前提とする、固定ガラス。窓を開けて、風を入れることもできず、お客さんは、手元にある紙類を、内輪代わりにして、暑さをしのいでいた。前に乗った時は、冷房が必要ない、冬でしたから、この点は予想外でしたね。それともう一つ、これは前もって予想できていたことですが、車両の形態が変わったことで、列車が船に積み込まれる様子を、前後方向から見ることができなくなってしまいました。以前のフェリー輸送は、機関車や運転台付きの車両がなく、中間客車だけが、船に積まれる形態です。積み込み作業は、最後尾の車両を交代させる形でしたから、客車の貫通扉からは、岸壁から船内へ通じる線路が、よく見えていました。ところが現在の列車は、前後両方に、運転台のある車両が組み込まれています。珍しい前面展望は、楽しめなくなってしまいましたから、今回はおとなしく、客席から、積み込み作業を観察することにしました。ドイツ、デンマーク間の、機動車特急のようですね。イタリアの鉄道連絡線は、車両デッキに、複数の線路が敷かれた構造です。この時、列車は2つに分割されて、積み込まれます。最初に、北側にある、パレルモ駅をデッキに収め、今まで向かい合わせだった、制御車の連結が切り離されます。そして、南側の、シラクサ駅編成を、一旦交代させた後、船内の線路を切り替え、再び船へ乗せていくのです。
日本の列車は、下線の時に、再び連結されますが、背中合わせで走るのは、この瞬間が最後となります。列車が線内デッキに固定されると、係員が、客車に電源ケーブルを接続。それに伴い、車内のエアコンが再始動し、ようやく、涼しい風に当たれる環境になりました。編成が長く、重い機関車が、2両も一緒だったせいか、前よりも、積み込みに時間がかかっていた気がします。だいたい、40分ぐらいかな？これも以前お伝えしましたけど、イタリアの鉄道フェリーは、海を渡っている間、お客さんは列車内に留まっていても、問題ありません。この点は、航海中、全員、列車から降りなくてはいけなかった、デンマークのフェリーと、大きく違うところです。海を渡っている時間が短いですし、地中海は、波が穏やかなので、緊急避難の制限が緩いのでしょう。それにしても、この船って、前に乗った時のと違いません。前回は、車両デッキ後方の天井がなく、オープンタイプのフェリーでしたよね。でも今日の船は、鉄道車両が収まる部分が、すべて天井に覆われています。船内デッキの雰囲気は、デンマークのフェリーみたいだよな。この旅でお世話になってるのは、ビッラ号、1985年製の船だ。イタリア本土と、シチリア島を結ぶフェリーの中では、古参の部類に入る。ちなみに、前回乗っていたのは、2013年製の、メッシーナ号だったかな。メッシーナ号は、この海峡を横断するフェリーの中で、当時唯一、21世紀に建造されていた船だ。ということは、あの時はまだ、5年も経っていなかったんですか？そういうことになるな。あの船は、長らく一人っ子だったが、2020年代になって、姉妹船が誕生した。それが、同じ基本設計から生まれた、イジニア号だ。船体の構造は、メッシーナ号とほぼ共通で、ビッラ号よりも、操作性が向上。繊細なコントロールが要求される、接岸時の操船や、回答のスピードが改善されている。イジニア、という名称は、かつてこの海峡で、44年間活躍していた、鉄道フェリーの名を受け継いでいる。2代目となるイジニア号は、2021年11月に完成、引き渡しが行われ、翌、2022年3月に就航した。私たちが乗ったのが、22年の7月だから、就役して、まだ4ヶ月しか経ってない船もいたってことですね。そういうことだ。新しい船の導入に伴い、鉄道フェリーも世代交代し、老朽化した、ビッラ号が退役する、ということになってるんだけど。元気に動いてますね。どうなってるんだろうな。ただこの船、引退が近いのは事実なようだ。外から見ると、船体は錆が目立ち、あまり手入れがされていない様子だった。もしかしたら、これが最後の機会になるかもしれないから、よく周りを見ておこう。航海時間が短く、気が向いたら手軽に列車に戻れるせいか、シチリア島へ渡るフェリーの船内設備は、簡素なもの。ベンチが並ぶ待合室と、売店、そして、潮風に当たれる、屋上デッキで構成される。船室を囲む、遊歩道は、前方の操舵室へと続き、着岸時に用いる、ウイングにも、立ち入ることができた。船のウイングとは、操舵室の横に、大きく左右に突き出た部分のこと。船によっては、船体そのものよりも、幅が広くなっている設計もある。入港、出港時に、ここで航海士が、見張りと細かい指示を出し、船を安全に、岸へつけたり、離したりする。このような特性を持つことから、ウイングは、前後と側面の見晴らしがとても良い。
ここには、操船に用いる機械や、通信機器があるので、通常は立ち入り禁止になっていることが多いが、おおらかな、古いイタリアのフェリーは、一般客も、自由に景色を眺めることができていた。船が、イタリア本土を離れたところで、一旦お別れの時間が来たようです。次回は、下船の様子と、シチリア島を走る、インターシティに乗りながら、イタリアの在来線特急のお話をしたいと思っています。とか言いつつ、いつものように、突然話の内容、行き先、待ち合わせ等が、変更になる場合もあるけどな。それでは、はっちゃんが、ライスコロッケ買ってる。前回売ってなかったやつだ。早くしないと売り切れそう。それじゃあまた、皆様バイなら。ここまでのご視聴、ありがとうございました。